アラブエナスタールです。こんにちは、千葉サラです。本日はボラ会特集のトーク動画を作ってみます。ボラ会との動画を全部見てくださった方は同じこと言ってるって思うかもしれないんですけど、長ったらしく私の動画見たくないって人、ただボラ会のおすすめを知りたいって人は、この動画見て参考にしてくれたらなと思います。まずボラ会ってどこみたいな。フィリピン旅行行こうと思ってんだけどどこにしようかなとか、とりあえず南国旅行行きたいな、どっかないかなっていう人たちに、参考になればなと思います。でも、私の視聴者の国っていうのを見れるんだけど、半分くらいがね、フィリピンだったの。だからフィリピンにいる人たちが多分見てくれてるみたいでめっちゃ嬉しい。で、コメントの中で結構ここもいいよ、ここもいいよってなんか教えてもらったのが、エルニド、シアルガオ。そう、なんかフィリピンの方たちにおすすめしてもらうのが一番本物だなって思うから、私はね。そう、だからちょっと行ってみたいなと思って、私の行きたいリストには追加させていただきました。なんか人におすすめされたとこを行く旅ってなんかやってみたいね。今度、いつか計画するわ。まずなぜ私とレナがボラ会島へ行ったか。昔からめっちゃ仲いいっていう長年の付き合いじゃないの別に。それこそあれだよ、ボラ会行く前ぐらいに出会って、もうお互い会った瞬間、みたいな。なんか意気投合したよね。まるで運命の人に会ったような感覚。二人でさ、なんかもう海外行かないみたいな話になって、どこにするみたいな。結局場所が全然決まんなかったのね。これ口約束になるの嫌だなと思って、ちょっと真面目に行こうみたいな。いろいろ調べてたら、知り合いの人が、最近ボラ会島ってとこ行ったんだけど、めっちゃ良かったよって言われて、何ボラ会島ってみたいな。聞いたことないんだけど、みたいな感じで調べたら、超可愛いじゃんここみたいな。適当に決めたけど、本当に着いたら感動した。ボラ海島ってこんな綺麗だったのみたいな。行ってよかったマジで。フィリピンだから勝手に、日本から近いかなみたいな。物価安いし、いいか、お金貯めなくても、みたいな感じで。そんな感じのラフで行っちゃったからさ。結構物価高いと思った、思ったより。ご飯とか、普通に日本と変わんないんですけど、みたいな。観光地だからしょうがないんだけどさ。私が想像してた物価とは全然違うだった。安いのももちろん売ってるんだけど、そう。とにかく、もう雑談長くなるので、こっからおすすめビーチ。今から話す言葉は全部動画で多分言ってると思うけど、私の動画を一回も見たことない人用に最初から喋るね。ボラ海島は、ステーション1、ステーション2、ステーション3っていうのがあります。で、ステーション3にホワイトビーチっていう場所があるんですよ。簡単に言うと、ステーション1がめっちゃ賑わってる。もう観光客向け。レストラン、ショップ、あとはもうキャッチもすんごい多い。だから、最初行くなら、ステーション1がおすすめ。来ました南国みたいな味わえるんで。私とレナが一番気に入ったビーチはステーション3っていうとこでした。1週間ぐらいボラ海島にいたんだけど、慣れてくるとさ、もう耳塞ぎたくなるぐらいキャッチがうるさいの。マジで本当に。なんかこうやって例えばこう動画撮ってるとするんだよ。イエーイみたいな。そうするとね、なんかもう普通にそこから喋りかけてくるの。うちらがカメラに対してこうやって喋ってんのに割り込んでくるの。ねえねえ君たちパラグアイじゃねえ、なんだっけ。パラセーリングとかどうみたいな。そう、君たちお腹空いてないみたいなさ、今見て撮影してます。空気読んでくださいみたいな。本当に途中私はめっちゃイラッとしてたのね。もうキャッチ嫌だみたいな。やっぱね、観光客ってなるともうロックオンされるからよく言えば働き者のね、人たちが多いんで頑張ってくださいって話なんだけど、暇な時に声かけてくださったら全然いいんですけど、本当にもう大丈夫ですみたいな。ちょっとイライラしちゃいました。それで、だからそういう意味でもステーション3がめっちゃ好きだったの。進んでいけば進んでいくほどキャッチがいなくなる。結構本当に人が少なかったから泳いでる人も少ないし、で砂浜もやっぱホワイトビーチって言われるぐらい白い感じで綺麗だったから、私とレナはめっちゃお気に入りでした。もう疲れたらもうステーション3行こうみたいな感じ。ホテルから一番遠いビーチだったんだけど、その1、2、3だったね。もう静かに過ごしたいみたいな感じでよくステーション3に行ってた。落ち着く、すごく落ち着く感じがしました。で、今話したのが、メインビーチ。で、私は、プカビーチもおすすめ。私の中ではだけど、ボラカイの中で一番綺麗な海だなって思った。ツアーで行ったからね、ちょっとしか遊べなかったんだけど、着いた瞬間、海の透明度やばくないみたいな。全然違うじゃんみたいな。個人的には一番綺麗だな、海がね、って思ったし、前、海、後ろ、森、ジャングル。本当にそういう自然に囲まれたようなビーチだから、ツアーでみんな行ってたのよ。私たちが行く時間帯はね。いろんな船があってさ、私たち以外もね。で、みんなゾロゾロこう降りてって、わーって遊んで。その時間帯を抜いたら多分めっちゃ人いないと思う。だから本当にショップとかもないから、行くなら水とか食べ物とか、
持ってった方がいいかも。うちらはもう船で行っちゃったから、海から到着みたいな感じだったから、何があるか、売ってるかどうかとかもわかんないけど、とにかくプカビーチはめっちゃ暑く感じた、私は。私結構暑いの得意な方なんだけどね、あ、これ熱中症になる下手したらみたいな。もうなんか歩くのもしんどかったもん。なんかもう反射がやばい。あと日陰もないの。そう。日陰が全然なかった。その日が昇ってる時間帯にもよると思うけど、だからとりあえず水分補給はこまめにしてください。おすすめ。で、私とレナが一日計画しなかった日があって、で、どこ行こうみたいな、タムサンビーチ行ってみようみたいな感じで、ここも超良かったんだけど、ここ行くってタクシーじゃねえ、トゥクトゥクのうんちゃんに言ったら、なんでそんなとこ行くのみたいな。なんもないよって言われて。行くならさ、プカビーチ行きなよって言われたのね。おすすめのビーチだよみたいな感じで言われたから、だからほんとそんぐらい行った方がいいビーチだとは思います。いやでも本当にね、その日はね、タムサンビーチに行ってよかったと思う。タムサンビーチで合ってる？ちょっと間違ってたらごめんなさい。もうここは私とレナがもう地元の子供たちと遊んで、もう最高の思い出作れたんですよ。それこそ超ローカルビーチみたいな。私とレナが行った時はマジで誰もいなかったっつうか、本当に地元の子供たちしかいなかったから、すんごいゆっくりできたし、レストランとかあんまないから、ゆっくりすんだったらなんか食べ物とか持ってった方がいいかも。マジで楽しかった。タムサンビーチはどっちかっていうと、海がめっちゃ綺麗とはあんま思わなかったかな。奥の方行ったらわかんないけどね。ただローカルビーチを楽しみたいなら、私はここ、すごく良かったんですよ。私とレナはもう完全に子供たちのおかげでこのビーチが好きになったって感じだから良かったよっていう。動画見てください。気になる方は。はい。あとはクリスタルコーブも行ってください。もうここめっちゃ私は大好きです。なんかめっちゃ神秘的な場所って感じがした。で、ここも私とレナツアーで行っちゃったから、もう本当に時間全然なくて、ね、ゆっくりできなかったのね。で、私とレナ結構写真撮るの大好きだからさ、お互いね。だから、次もし行くなら、クリスタルコーブだけのツアー多分ね、自分たちじゃ行けないかもしんない。船だから。そのツアーを探して、一日ゆっくりしたいなーって思う。海もビーチもめっちゃ綺麗だったイメージ。あとなんか物売ってるとかは全然わかんない。もう降りてパパーっと中入っちゃったからさ。私とかレナとか特にさ、自由人タイプってさ、マジでツアー向いてないの。君たち置いてくよみたいな感じでよく何回か言われちゃうんだけど。ちょっと待ってみたいな。ついてくのに必死で。ちょっとね、ツアーに参加しちゃうと迷惑かかっちゃうから、マジで参加したくないなって思いました。もしクリスタルコーブに1日入れるっていうツアーもし行けたとしたら、替えの洋服とかも持ってきたり、普通に撮影会みたいなめっちゃしたいぐらい、私はなんか全部映えるなって思った。なんかオブジェみたいなさ、そうめっちゃ可愛かった。で、おすすめのアクティビティはやっぱり日本人の方が働いてるこのダイビングショップさんがあるんで、ここ行ってみてください。日本語通じるよっていうのもあれだけど、このお姉さんね、めっちゃうちらを助けてくれたっつうか、こういうツアーしたいんですけどって言ったら、うちではそのツアーやってないから、この子たちさ、これやりたいみたいだから連れてってあげてみたいな感じで、自分のお客さんになんないのに丁寧に私たちをなんか誘導してくれたっていうか、もう本当に感謝しかない。親切な日本人のお姉さんもいるんで、ぜひ行ってみてください。あとはもうダイヤモンドクルージングっていうのが私とレナはめっちゃ気に入りました。これね、ボラカイには結構パーティークルージングみたいな何個かあるんだよね、そのクルージングが。で、私とレナが乗ったのがダイヤモンドクルージングって感じ。そうなんでそれに乗ったかっていうと、みんなボラカイ行ったら多分ね、みんなが気づくと思うんだけど、夕方夜になると一個だけね、めっちゃ光ってるクルージングがあるの。それがダイヤモンドクルージングだね。なんかもう本当にダイヤのようにキラ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 輝いてんのね。そう、その船だけ。あれ乗りたいみたいな感じでずっと言ってて、で、たまたま歩いてたら、そのダイヤモンドクルージングのどうですかみたいな人がいて、これやんみたいな。そう、レナと、行こう行こう行こうって感じで行った感じ。だいたい3000円ぐらいだったかな。でもキャッチの人に多分ついてたらもっと5000円とかするかもしれん。じゃあ次。めっちゃ美味しかったご飯たち。めっちゃうまかったんだよね、全部。まず一番最初に食べたこちらね、モーニングで行ったんですけど、もうここのね、サンドイッチとライスボールが本当に美味しかったの。もうサックサクなの、サンドイッチのパンがね。で、その中にキャベツ、トマト、あとこのツナがめっちゃ美味しかった。私ツナ大嫌いなんだけど、多分味付けがうまかった。もうそれもつけてさ、なんかもう全部、卵もね、全部乗せ。もう食べた瞬間ね、なんと、って感じ。本当に。もう超感動した。あれ美味しかったなぁ。もう一回食べたい。で、あとね、なんか肉のライスボール。私、ライスボールとか大好きなんだよね。なんかビビンバとかみたいにさ、なんかもうぐちゃぐちゃに混ぜるやつとか大好きなの。だからね、日本で納豆ご飯食べるときもね、納豆をかけて食べるでしょ。私違うの。もう納豆をかけたら、ブワーって
ってめっちゃ混ぜてぐっちゃぐちゃにして食べるタイプ。混ぜ系大好きなんだけど、でも別にだからといって美味しかったわけじゃなく、本当に味も美味しかった。ご飯がね、バター醤油かなこれ。ちょっとあんま覚えてないけど、美味しかった記憶。そう。めっちゃ美味しかった。あとこれね。これ。ポークスキュアーズ。発音いい。まずご飯の味がやばかった。ココナッツミルクを使ったなんかライスに、ちょっとスパイシーな味がついたポークの上にマンゴーとかもさ、あってさ、まあ野菜とかもあるよ。で、ソースをつけんだけど、そのソースがめちゃくちゃうまかったのよ。ナンプラー入ってるかなあれ。マヨネーズと甘みと、でもスパイシー、ちょっとピリ辛、もうすべてのマッチングっていうの。マジでね、ハマった。次の日も食べに行こうってレナと話してたんだけど、ちょっとね、食べたい店が多すぎてさ、ちょっとリピートはやっぱやめようってなったの。そうでも本当に行きたいとこなかったらここにしようって話はしてたぐらいマジでハマった。そう、あとレナがめっちゃ気に入ってたこれね、結構甘めのバーベキューソースにポーク、下がね確かガーリックバターライスみたいな感じだったの。そうだからめっちゃうまかったんだけど、お肉との相性抜群でめっちゃ美味しかった。レナこれ1位みたいなずっと言ってて、本当にでも本当に美味しかった。なんか最初食べた時普通のポークリブだなって思ったけど、海外とかによくあるね。そしたらなんかだんだん食べててうまいねってそう、こんな感じだった。私も結構ね、いやこれ1位かなみたいな結構迷った。でも私の中で1位はもう決まってるんですよ。多分動画見てくださった方なら多分言わなくてもわかると思うんだけど、もう私の中で1位はもうあれしかない。ちょっとあと紹介するご飯あったっけ。ちょっとそれは最後に言いたいんだよね。ちょっとレストランではないけどフルーツが美味しかった。フルーツジュース絶対飲んで、マジで美味しいから。濃厚なんなら南国のフルーツってマジでうまいじゃん。もう日本と比べ物にならないぐらい美味しいんだ。まあわかんない、私の好みなんだけどマジオレンジ美味しいから食べてみて。そう、これ本当にオレンジみたいな、死ぬほど甘いのよ。八百屋とかさ、なんかフルーツ屋さんみたいなさ、街とかに歩いてればあるから、もうオレンジ買ってお願いだから。めっちゃうまかった。ドラゴンフルーツもうまかったな。多分ね、フルーツ全般うまい。私海外の南国行ったら絶対食べるかな、フルーツ。もう日本じゃ一切食べないから。全部美味しかったんだよね、マジでボロカイ。あとはね、レナと行ったちょっとイタリアンレストランがあるのね。ここね、まだ動画にしてないから、これ最後に流します。ちょっと未公開シーンみたいな感じで。ここのピザがめっちゃ美味しかったの。じゃあそろそろ美味しかった1位のご飯を紹介します。これなんて言うんだろう。串に刺さったポーク。マジで美味しかったの。ぜひ皆さんに食べてほしい。とりあえず私はローカル飯みたいのが好きなのね。こうビーチから帰ろうって帰ってる時に、いつもね、もくもくって煙がすごかったの、そこね。何これ何焼いてんだろうみたいな感じで、見たら、ビルとビルのほんと隙間にね、ちっちゃい屋台みたいな、こんな感じ。はい。があったのよ。で、なんでこんなとこ焼いてんだろうみたいな感じで、食べたいけどなんかでも、ごめんなさいね。衛生面的に大丈夫かなってちょっと悩んだの、最初。こう見てたのよ。そしたら、なんかお姉さんかお兄さんどっちかが、これ美味しいよって言われた時に、なんかめっちゃ気になったのよ。なんか食べてみたいな、みたいな。いくらって言ったら30ペソって言うから、買います。いや、せっかく来たんだしね。そう、30ペソだったらワンチャン失敗してもさ、大丈夫っしょみたいな。ちゃんと焼いてもらえば、お腹壊さないだろうし大丈夫だろうみたいな感じで普通に買ったの。そしたら、レナと、はみたいな。は何これみたいな。ちょっと待って、レナ。もう一本買わんみたいな。で、レナもさ、もう一本買おうよみたいな。私もマジで、やばい、これもう一本じゃなくてあと5本ぐらい欲しいみたいな感じだったんだけど、焼くのに結構時間かかってたのね。そうだから私レナもさ、くったくただったから、その時もう戻んのめんどくさいしさ、また焼き上がるの待つのもちょっとめんどくさいなと思って、だからちょっとその日は1本で終わったんだけど、もう美味しすぎて、もう私レナもね、最終日も買いに行って、美味しすぎていつも焼いてくれるお兄ちゃんと写真撮ったし思い出方やね。そうめっちゃうまかったの、マジで。ぜひ食べてほしい。マジで食べてほしい。場所は本当この動画見てください。はい。地図で言うと、この辺です。はい。何曜日かがなんか確か休みだったんだよね。だから私とレナが、あれ買いに行こうよって言ったら、そう、それが何曜日か忘れたけど休みだったの。ないじゃんみたいな感じで、なんか結構ショックで帰ってった時もあったんだよ。個人的に私はすんごく柔らかく煮た牛すじっぽく感じたの。でもレナは、油だねこれみたいな話はしてたから。でもね、油は油だったとしても全然なんか気持ち悪くないし、なんなら噛めば噛むほど旨味がすごく出てた。次ボラカ行ったらもうこれ全部くださいってマジで買うわ。買って帰って家でワイン飲むの最高。
私が一番伝えたかった、はい、食べ物です。な感じかな。もっともっと食べてみたいお店いっぱいあったし、なんかまだ行ったことない場所とかもあったから、そこも行きたかったけど。まあでも私それな最高の思い出を作れたんで、ありがとうございます、ボロカイト。本当に大好きです。まあ、いつかまた戻れるといいなと思ってます。はい、皆さん今回も動画見てくださってありがとうございます。あ、最後ね、未公開シーン忘れた。まあ特に何も話してないのよ。ただピザパスタ食ってるだけみたいな動画なんですけど、まあ一応最後流します。どうぞー。ご飯食べに行きまーす。いいね、毎日こんなサンセット楽しめるの本当幸せだわね。毎日見てる。1日目から欠かさずに、何食べようかな。全部食べると美味しいからさ、何でも挑戦したいんだけど、でも美味しかったお店があるから、ちょっともう一回そこ行きたいねっていう話してて、行きたいね。ちょっとそこ行こう。この横だよね。でもあそこの横もちょっと気になるからメニュー見てみよう。長いおお、毎食。マジ？これめっちゃ好き。いや、私も大好きです。やばい。南国で飲むのが一番うまい。やばい、ハマる。レナン絶対好きだと思っておすすめしたんだけど、マジで大好きなシェイクです。お酒じゃないみたい。お酒一応。一応お酒。いマジで一切お酒の味しない。や、うまい。私はパイナップルモヒート。美味しい？モヒート好き？モヒート好き。いや、ハマるわ。これやばいわ。ね、よかった。ペペロンチーノ。香りやばい。いただきまーす。ペペロンチーノが一番好きですよ。マジ？何パスタが好き？じゃあたらこ。ちょっと無事近いかも。塩が足んない。辛いよ。後から辛いのがきます。なんか日本のペペロンチーノとちょっと違う。ちょっとテイストが。こっちの方が辛さとニンニクが強い。でもちょっとあっさりっぽいね。塩が足らん。マジで。塩言ったら多分くれるよ。言ってみる？塩とブラックペッパー足したら死ぬほどうまい。最高。やばい。ちょっと辛いけどね。でもなんか日本のペペロンチーノが逆に辛さ足りないって思っちゃう。うまい。やばー、でかー。最高。やばーい。マルゲリータです。490ペソ。1000円ちょっと。マルゲリータ。ね。いただいていきましょう。食べましょう。いただきまーす。結構でかいです。熱々。切れない。熱いよ。熱い。やばい。やばい。もう夢。やばい。私たちの夢がようが叶います。いただきまーす。落ちちゃう。落ちちゃう。あ、やばい。うまい。やばい。やばい。やばい。チーズが。バック？やばい。何がないの？何がないの？チーズうまい。やばい。やばい、ここのピザうまい。やばい。マジでレベチです。日本のマジ何倍もうまいの。マジチーズがやばい。切れない。で、このケチャップもやばい。マジで最高。さあ、あっちの店から見てて思ってたもんね。ここのピザ絶対うまいって。正解。やっとちぎれた。やっと切れた。やばい、しかもちゃんと釜で焼いてるね。うまい。あっかく。ごびなく。おいしいね。ここはうまいわ。めっちゃでかいよ。これでもうお腹いっぱいになる。頼んでよかったな。
ちょっとね、悩んでたので頼もうかなみたいな。正解です。食べて。でも本当に思ったのは、ボラカイはマジで全部うまい。ご飯がうまい。なんかライス系がね、めっちゃ味付けがうまい。フィリピンの料理は結構味濃い。これも濃い。だから、味濃い好きは最高かも。うん。だからお酒は踏む。またその。ごちそうさまでした。はい、ということで今回も動画見てくださってありがとうございます。次回の動画見てくれたら嬉しいです。またねー。アディオース。 I know it, I'm my father's son. No